やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのフィニッシュネイラー FN350D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが FN350D だよ。商品名は連木釘口ってある。これはマックスというメーカーがフィニッシュネイラーという名前を商標登録されているためだってネットに書いてあった。読みにくいからここではフィニッシュネイラーと呼ぶことにするよ。まずは動作確認からだ。ネイルを入れてバッテリーを挿して試打するんだけどネイルが打てない。 LED はつくんだけどな。早速分解してみよう。まずはフィニッシュネイラからネイルを打ち込む針を外そう。何かの拍子に針が飛び出したら危ないからね。針はネイラー上部のカバーを外し、プレートを後ろに抜くと外すことができる。次にネイラのマガジンを外そう。マガジンは上部2箇所の六角穴付きネジとラベル側側面2箇所のネジを外す。ハウジングからマガジンを外すときは一度マガジンを開けた状態にしよう。マガジンが外れたらハウジングを開けれるよ。ハウジングは合計10箇所のネジで留められている。ハウジングのネジを外すときは空打ち防止機構のついているパーツを先に外そう。あとは残りのネジを外すとハウジングを開くことができる。これがフィニッシュネイラの中身だ。レイアウトを忘れないようにしておこう。次にネイラの射出部品を外す。射出部品を外すときはこじって外すんだけど、射出部品の射線に入らないよう注意しよう。バネが元に戻るときに体に当たるかもしれないからね。一度バネが元に戻ってしまえば、あとは外して OK だ。射出部品に特に不具合はなさそうだ。モーター周りのギアを分解していこう。モーター周りのギアは1箇所のネジで固定されているので、ネジを外す。
モーター周りのギアは全部組み上がった状態でハウジングに収められている。なので、モーターごと持ち上げてギアの噛み合いを外そう。ここでも各ギアに欠けがないか確認していく。優勢ギア周りも問題なさそうだ。モーターのコネクタは引っ張れば外れる。ハウジングに逆転防止用に小さな部品がついているから注意しよう。スイッチの接続を外そう。トリガースイッチがなかなか取れん。トリガーのスイッチはコネクタに抜け止めの爪がついているので、それを押しながら抜いてやる。この時、トリガースイッチのコネクタにマーキングしておく。他のコネクタも爪を押し込んでやりながら抜く。各スイッチが正常に動作しているか確認しよう。スイッチはすべてノーマルオープン。つまり、スイッチが動作すると同通するようになっている。特にハウジングについている前後のスイッチは、テスターをコネクタの端子に接触させるのが難しいので、スイッチはハウジングにつけたまま確認するとやりやすいよ。スイッチに問題はないようだ。最後にモーターの動作確認をしよう。正常に回っているね。ということは、消去法でコントローラーを交換しよう。
コントローラーを買ってきたよ。今回は奮発してハウジングも買っちった。ネイラを修理しよう。まずは LED とスイッチを組んでいこう。リード線の長さが大きく違うから間違うことは少ないと思うけど、2芯のコネクターのついたスイッチをハウジングの前側につけよう。3芯のコネクターのついたスイッチはハウジングの後ろ側につけよう。次に優勢ギア周りを組んでいこう。おっと、逆転防止用の小さな部品を忘れずに。古いグリスを掃除してっと。ギア周りをグリスアップしていくよ。優勢ギアの外周のギアは上下に注意しよう。優勢ギアは刃が細かいから無理にねじ込まないようにしよう。刃が合えばスルッと入るよ。これでグリスアップする箇所は終了かな。
モーター周りをハウジングに組み込むよ。ここで一度モーターを回してみよう。射出部品を引くためのギアは反時計回りだね。次にコントローラーとバッテリーコネクターをつけるよ。トリガースイッチの曲線はよくわからないから、あらかじめコネクターにマーキングをしておこう。バッテリーコネクタにはプラスマイナスの刻印があるから間違えることは少ないと思う。バッテリーコネクターのマイナス側から黒、黄、赤の順で差し込むとやりやすい。モーターのプラスはモーターに赤のマーキングがされているので間違えることは少ないだろう。各コネクタを接続してっと。これで電気系が組み上がった。射出部品をハウジングに組み込むよ。今回は射出部品に手を加えていない。特に問題ないからね。スイッチ周りを組み立ててっと。あとはネジを締めればハウジング側は完成。
このままマガジンも組んでしまおう。この時点では打ち込む用の針をわざと入れていないよ。上部のカバーをつけて、さあ仕出しよう。最後に仕出するよ。まずは針を入れてない状態でタッカーを空打ちしよう。空打ちしたら新しい針を用意してっと。ここで一度カバーを外すと射出部品が規定の位置に移動しているので針を入れてあげよう。ネイルをマガジンへ入れて、打ったネイルが刺さっているのがわかるかな？うん、いい感じ。さあ、今回の FN350D の修理はどうだったかな？
今回の交換部品はコントローラーだったからちょっと財布に厳しかったぜ。それじゃあまたね。